興奮しちゃった。なんかってここです。何を言いたいのか分かんない。登録者400万人突破。トライガンスターゲイズスペシャルビジュアルコメンタリー。はい、皆さんこんにちは。テレビアニメ、トライガンスターゲイズで、バッシュ・ザ・スタンピードを演じております松岡義嗣です。メリル・ストライフ役安藤サクラです。ミリー・トンプソン役綾森千佳です。何ですかねこの静かな。なんかやりたくなっちゃうんですね。なんかもう皆さんもちょっとなんかこうパチパチやっていただいてもいいのかなと思うんですけど、こちらですね、東宝アニメーション YouTube チャンネルでですね、登録者数なんと400万人突破おめでとうございますと。すごい。おめでとうございます。400万人ですよ。なんか調べたら日本の人口は1億2000万人だったんです。だからいやもうまだ私も調べた東京ドームで東京ドームの収容人数が5万5,000人くらいで東京ドーム72個分くらい。でも全然想像できない。そうか、東京ドームの70倍。すごい。じゃあね、顔を合わせた方がきっとチャンネル登録をしてくださっている確率はかなり高い方なのかな。きっと海外の方とかもね、登録してくださると思います。そして400万人突破記念企画ということで、東宝アニメーション作品を我々キャストと一緒にみんなで見ようというスペシャルな企画となっております。すごい。こちらの動画ではですね、1月から放送開始しているトライガンスターゲイズの第1話をお届けします。はい、実はですね、我々が集まるのは初って、初って書いてある。3人でねこういう風に集まっておしゃべりするみたいなのは、そうですね、初めて3人ではね。覚悟はよろしいですか？何するんですか？でも初めてだもんね。そうです、そう。私がねコメンタリーするのっていうのはもうこういうコメンタリー、ビジュアルコメンタリー、オーディオコメンタリーも初めてなので、ちょっと先輩たちについていけるように頑張ります。はい。緊張するよね、この空間がなんか。そう。もっとうちわとか持ってさ。いいぞいいぞ。それになんか僕思ったんですけど、もうちょっと明るいところかなと思ったら、なんかこうおしゃれなおしゃれな感じのところで今やらせていただいてるんで、ちょっとなんかこう厳かな感じになるんですけども、綺麗なおべべ着て。ではもう覚悟は決まってますか？はい、腹はくくりました。はい、そうですよ。はい、ではそれでは早速始めていきますが、まずはこれまでのバッシュたちの歩みも描かれた特報映像をご覧ください。バッシュ・ザ・スタンピード、ヒューマノイドタイフーンと恐れられる賞金庫。私このさくらさんの語りめちゃくちゃ好きなんですけど、ありがとうね。ありがとうね。阻止するために大好き。人知れず戦っていた。かっこいい。ね。なんか本当にいろんなことがありましたね。すごい実感がですからね。そうか、スタンピードの映像ですね、ここは。彼は姿を消した。あれから2年。でロストジュライですね。おお、わかるしてる。すごいすごいすごい。ミリー、来た。うわー、来たよ。ミリーちゃん。まもなく彼らが光の壁を越えてやってくる。地球からね。また惹かれる。毎回惹かれるんですよね。変動しとる。ナイブス様を完全復活させ。わあ、そう、悪う思うなや。かっこいい。誰も殺させはしない。僕が守る。髪型がね、黒くなってる。僕が守るよ。ない。いやあれがね、本当に後々のところに繋がってきちゃうっていううわ、最終章。すごい苦しそうな時も近いわ。シーンが。ね、ナイブス様。ナイブス様。おい歩む。すごい怖く的な。
ね、ブス様があんな間もなく姿に、我らのあんな姿にあんな姿に、追い倒しや。あれあれ。改めて PV ご覧になって、安藤さん、はい。そして相森さん、はい。いかがですか？やっぱちょっと書いてありまね。俺の責任じゃないのやめてもらっていいですか？いやでもすごいなんかスタンピードの時の映像とかもね入ってて懐かしい気持ちになったし、何よりやっぱ音楽も映像もすごくてなんか映画の予告みたいな迫力があって初めて見た時もおーって口開けてみちゃいます。いやそうですよね、なんか改めて見ても、なんかこう今までのこういわゆるこう昔って、CG ってなんかそのいわゆるこう若干敬遠されがちな部分があったんですけど、ちょっと難しい、だったんですけど今の CG って全然違和感ないですよね。本当にすごいそう CG 感がね、すごい素敵。皆さんCG って CG で作ればいいって思ってるじゃないですか。あれ違うんですよ。一回書き起こしてさらにそれを CG にしてるんですよ。いやもうさらにね、手間暇かかって2倍かかってるんですよ。本当にいやすごいことですよ本当に。はい。はい。えそう私もね最初あの映像を見た時に、自分の喋るシーンはどこなんだと、そうだよね。だって撮ってからもちょっと時間経ってるし、もう本ドキドキ当にしてたよね。撮った当時ね全然経験がなかった時だったので、自分どんなお芝居してたんだろうっていうのがすごい心配だったんです。素敵だったよそうあいやりがとう。でもその感覚でいいと思いますよ。あ本当ですか？ええおじゃあその方が、没頭してたっていうことにもつながるわけじゃないですか。ああええ確かにいいこと言う。あそこでバーって行って、あそこあれちょっとやっちゃったかなーって思うよりかはやりきったっていう感その時の覚ですから。全力をね。えお素晴らしい。そうなんですはではそろそろ1話をみんなで見ていきたいと思います。はい、それではトライガンスターゲイズ第1話ワンダリングデイズスタートまで3、2、1スタート。この穴はスタンピードでロストジュライの時に開いたやりました。穴。そうですね。私がやりましたね。やってしまった。すごいこんな、うわいやーすごいですね。あの穴は、はいあれやってしまった穴でしたっけ？違う違うんです違う穴違います？違う穴。違う穴か。違う穴？あ、すいませんそれは。失礼しました。濡れ衣だった。濡れ衣だった。すいません。あ、まず、いやー、わ、来ちまっなんか怪しいぞ。ずっと喋ろうとしてる。かわいい。喋っちゃいやいいですよ。う。いいですよね。ええこんなもんですかね。そうそうコメンタリー喋っていただく分には全然 OK です。ずっと喋っちゃうと思うんですけど。いやそれが一番いいです。よかったです。まあ、ええ多分ね、先輩お二人が拾ってくださると私は信じているので。えあら、断水。いやでもこの音楽の効果とかが本当かっこよくて見入っちゃいますよね。うお、かっこいい。うわーもういやー、すごい。人を人とも思わない着陸の仕方です。いやー、そうですね。なんだこれは。わこれありましたね、ティザーにも。内山聖輝さん。中の人で呼びがち。村瀬さんが。いやこの登場の仕方ずるいですよね。かっこいいんですよね。本当に。なんでこうヴィランサイドってこうかっこいいんですかね。なんかずるいな。確かにそういう風に考えると、なんかその敵側の魅力ってやっぱありますよね。ある。なんかね、ありますね。なんかやっぱこう飾らないというか、こう純粋じゃないですか。なんかある意味。取り繕わない感じが。あ、来るよ。やだ。あら、来るよ。いただきましょう。美味しそう。あ、バナパフェ。美味しそうって言っちゃった。バナパフェ。なんちゅう貴重なバナナっぽいに。そんな。バナナサンデー。
最近俺のことを嗅ぎ回ってるやつがいるらしいな。どなたですか？君の女。お前か、マスコミの犬は。ああ、先輩。お前っていう男嫌いだ。マスコミの異常を知らしめたいらしいな。しっかり写真を撮れ。よっ、親の人か。これ撮また写ってるわに。真を撮れて。すごい。バドラドだみたいな。めっちゃなんかちょっと懐かしい空気を感じる。あ、お、一撃をかましていく。いいよ。いいコンビネーションだ。いいよ。いいぞミリ。かっこいい。うちは欲しい。ミリちゃんかっこペンライトも欲しいですね。いい。であっさりやられてしまう。いやでもね、初シーンだ。いや本当にいや緊張したよね、きっとね。決まった時とか、どういう感じでもう泣いて震えてました。震えてた。泣いて震える。いやでもなんか決まってからこう収録まで結構時間があったじゃない。なんかその時間もかなり震えなかった。そうなんですよ。なんかやっぱ最初に喜びがわっとくるじゃないですか。だけど待ってこれ結構やばいことかもしれないっていう。なんかじわじわね。そうなんですよ。じわじわね。来る実感してってね。ことの大きさをじわじわ実感してました。いや半年後になると、でもちょっと思ったんですけど、は僕メリルがすっごい成長してるなって思ったまあ確かに。なんかでも自分ではそんなに意識してなんかこれといったことはしていないんですけど、もう物理的にこう後輩ができてなんか相対的にちょっと落ち着いてったなっていう感覚があって、もちろんねロベルトのとの別れとか、まあバッシュに出会って影響されて価値観が変わってってみたいな成長みたいなのはあるんですけど、まあ、こう物語に描かれているからもうそこに乗っかってこう自然になっていったみたいな感じはありますね。いやーそうっすよね。でもそうしかもだいぶ落ち着いた。なんかここ好きです。この二人のやりとりがすごい好きで、なんか喋らずともね。そうなんです。分かってる感じが。そう、ここのありがとうございますはなんかアドリブだったんですけど、そうだっけ？なんか喋るつもりなかったんですけど、なんか隣にさくらさんがいてやってたらなんか勝手に言いたくなったみたいな感じだったんですよね。なんかプレスコだからこそできるなんかそういう。そうなんですよ。それ大事ですよね。なんかやっぱり。もう本当そういうその場の空気感でしか出せないものってあるじゃないですか。あります。そう懐かしいな。やっぱりわ昔のね。でも私もキャラクター的になんかこの時知らないじゃないですか、スタンピードの時のことを。なんであんま収録に行く前にスタンピードはあんま見ないようにしてたんですよ。そうなんですよ。なんかだって知らないし、きっとまた劇とかで聞いてたんだろうなみたいな感じだったんで。そうなんかいい感じに他人事としてそう結構ディレクションとかでもね、もっと人事にしてくださいってあったね、そういうのね言われて、もっと人事みたいな。で逆にそれ人の命何も思ってなさすぎるねみたいな興味なさすぎだよみたいな言われちゃったりとかしてましたね。あと書かれてるんですけど、改めてミリーはどんなキャラって。どんなキャラ？もう見ての通りの子なんですけど、本当明るくて素直で、もう芯があって、なんか結構収録しててもここでこんなこと言っちゃうのみたいなことを言える子なんですよ。本当になんか嫌味なく思ったことを素直に言える子なので、なんかとんでもなくまっすぐですよ。そうなんです。でもみんな救われてると思う、そこに。本当ですか？なんかスターゲイズのこう清涼剤としてなんか山内自身もなんかスタジオの言い方とかも結構そういうなんか明るくしてくれるなっていうふうに頼もしく思っております。なんか何も知らないからこそやんややんややってた結構。でもあれですよね、後々ミリ実はみたいのが出てくるんですよね。そうなんです。確かにびっくりした。そうなんですよ、ミリーちゃんね、実はがあるので。ワンウェズだ。やばい、私の好きなシーンが来る。ちょっと見ようね。
このなんか怯えてるメリル可愛くて好きなんです。もうワムズはダメです。完全にペットに手振ってるみたいな。いやこんな大きいのいたらもう大丈夫大丈夫。えやばすぎやばすぎ。うわーすごい。ザジさんとのご対面ですな。またあなたですか？何のご用？いやそうかっこいいんですよねザジさこん。の近くで面白いものを見つけたから教えてあげようとやばい思ってわちょっとざわざ好きなところが来る。はいはい。ここって言って来るる。乗せていってあげるよ。乗せていってあげるよがかっこよすぎてなるほどね。超好きなんです。リピート機能あったらいいのにね。戻したい。ここもっと。いやあ、おいや、今ご指示が。ちなみにのことじゃなくてメリルはだけじゃなくてどんなキャラかっていう。メリル、まあやっぱ真面目だし、なんか私、スタンピードの時も、なんかどんな印象ですかとかって監督とおしゃべりした時に、なんか、これすごい、私変なんだと思いながらも、なんかこう、四角い部屋をね、はい四角く掃除したいタイプだけど、丸く入っても別に気にならないっていう印象だ。なんかすごい私の中でそれはしっくりくるんだけど、あまりなんか監督されちゃったからあんま刺さらなかった。でも私の中ではすごい納得はしている。あれですか、なんかその自分の中の信念とかルールはしっかりあるけど、別になんかその他のルールも許容できるよみたいな。なんかなんだろうな、それを拒み切るのも許せないみたいな。なんかちょっと潔癖っぽいところが、そうですね、確かにワムズに対するこのリアクションとかもちょっとお育ちがいいっていうこと。だから僕メリルって、もう今回のスターゲイズで、はいはいはい。すごくいい意味でフランクになったな。確かに、えなんか今までは興味あるものとか、あこれと思った時にすぐ寄っちゃったりとかしてたのを、なんか一歩踏みとどまって周りを見るみたいなのができるようになって、その関わり方がフランクになったのはそういうのもあるのかな、と勝手に解釈して。あと僕ところどころで思うんですけど、メリルちょっとスタイル良くなりました。成長がまあそれなりに年齢もいってるんですけどね。OL なんでね。そうでもただシュッとしましたね。やっぱ筋肉ついたんですかね、一人。出てるとこ出てって、どこ見とんねん。もう胸ですよ。ですかまあ確かにちょっとタワーな感じある。そこしか見るとこないんですよ。タワーですわ。きちんと動いているようです。バッシュはどうなんですか？何の話してんの？バッシュはちょっとまあ今1話っていうことでネタバレに通ずるところが出てきてしまうので、あれなんですけど、確かに。まあでも前回の大構想のところから今のバッシュがどうなってるのかって、まあもともとバッシュってその何ですかね、人によっては嫌悪感を示すほどのお人よしなんですよ。ブルフット。でもそこがいいところでもあって、こうやっぱこうマイナスな面もあるっていう部分もあって、でもバッシュはそれを貫き通すんですよね。だからなんかそうですね、バッシュってなんかこう人間のいいところと悪いところ、でもバッシュの性格から言ったらいいところのそう今のこう理想郷みたいな理想を求めるがゆえに何を言いたいのか分かんなかった。
でもなんかそういう、なんかこう、でもフィジカルの強さでいろんなことができるけど、やっぱそういう内面が柔らかいっていうところとかも魅力だなと思うし、なんかそういう人間にみんな憧れるんだろうなっていうふうに思う。ね、一応あと今唇が裂けてちょっと痛いです。大丈夫ですか？かわいそうに。大丈夫です。でもね、人じゃないけれど、なんか結構だいぶ人間らしいですよね、バッシュってね。いやーもう本当に。ここのシーンずっと楽しみにしてたんです。いや、もう綺麗。そう、コンテの時からすごい楽しみだっやっぱすごいですよね。映像表現のオレンジさんのすごい力っていうのが。でも私はしかもこれプレスコでやってるんですよ。いやー、本なるべ当に。く正しい道筋を進みたい。そう思っています。いやた。ミレルのいいセリフが力強いセリフで、友の考えていることだって理解できるとでも。なんかね、やっぱこういうね、セリフの力強さが魅力の一つにあるって書いてある。あるよねっていう話で、まあでもなんかそういうトライガーの魅力ってみんなはどういう風に感じてるかっていう。トライガーの魅力ですか。ちょっと私からいいですか？お願いします。潰しに来ましたね。最後嫌なんですもん。そういうことなんで、そうやっぱ原作をそのオーディション決まって拝見したときに、なんか結構そのなんでしょう、その今連載されている作品ではないけれど、なんでしょう、その人生の根幹に関わるような、なんかそのこれずっと大事だよなみたいなことを描かれたりとかしてて、なんかそのちょっと大げさじゃないとは思いたい、バイブルのようなものになる作品だなって私は思ってます。いやでもね、今でもたくさんの方に愛されてる作品っていうのはそういうことなんだろうなと思います。間もなく彼らが光の壁を越えてやっていやもう本当にそういう風に僕自身もそのトライガンって実は僕初めて見たのは中学生の時だったんですよ。すごい多感な時に出会ってしまった。でも全部を見たわけじゃなかったんですよ。当時なんかそのナニナックスみたいなやつがありまして、そこでトライガンやってて何話か見た時の印象がすごく強く残っていて、でそこからいやまさかそこからね今自分がトライガンまさかやることになるとは思ってなかったっていう部分もあるんですけども、っていう部分とその当時のトライガンの良さと今のトライガンの良さっていうのは同色単にしたかったんですよ。過去を超えるものじゃなくてリメイクって多分そういうものじゃないんですよ。今だからこそできる表現でできるトライガンで、過去のものはあの時のトライガンはそのままでいい。でそこでこうやっていく過程っていうんですか、と同時にまあ正直な話プレッシャーはあったんですけども、でも自分にできることは自分にしかできないしっていう部分もあって、で今のトライガンをどう表現していくんだろうかって考えた時にはまあ賛否両論はあるかもしれないんですけど、とにかく優しい人であろうって思ったんですよね。そのバッシュ・ザ・スタンピードっていう人間がどれだけ自分が傷ついたとしても相手のことを助けたい、尊重したいっていう部分をとにかく今の自分で思いっきり表に出そうって思って考えて僕のバッシュを作りましたね。なるほど。いやでもそれはもう皆さん受け取っていると思います。伝わってると思いますよ。私もいつの間にかホッパードが登場してね。いや私このシーン本当グロいなと思って。なんか社会の縮図というか、なんかみんな苦労してたはずなのに、なんでこんなって。ちょっとね。金額がまた上がって。ね、まあ逆にあえて言うと、まあ元に戻ったというか。そうそう、元に戻ったんですよね。原作を見ると、まあ元に戻っている。
だからなんかある種あれですよね、ゲイズの前って、前日談みたいなそう感じだった。ですね。いや、だからびっくりしました。そういうことかって。え最終話を見た時にシャープゼロって書いてあったのが、なるほどと思って、すごいですね。あ、出てきましたよ。エリクス。エリクス。おかえり、ホッパーと。一緒になってる、なんか。心の声ですね。いや、なんか、ね、ファンの間では、この姿がセクシーといや、セクシーすぎると話題になってるそうです。いやいや、でも確かに、なんか、なんだろうな。見た時に初めてこのシーン、唇とかに、ちょっとカサカサのシワがついてたりとか、なんか、作り手の、なんか、癖というか、こだわりみたいなのを感じて、興奮しちゃったら、なんか、つって、なんか、こういうところに、なんか色気があるんだ。あとバッシュってヒゲ生えるんだって。確かに、そしてたんだ。確かに。お手入れしてたんですね。ホッパードさんにかくまわれている。ホッパード参加で、本当に。いや、この音楽も相まって。もうボロボロ。もうこの先想像したくないですね。ちょっと。いやーね、また2話がね。だいぶ長くなったな。まあホッパードもそうですけども、注目キャラについてっていうことで、まあ確かに。今後もう PV にも出てますし、もうニコラスも来るんですよ。いやー。印象についてどう思います？印象、待って、どこのニコラスのニコラス。ニコラス。まあ毎回跳ねられてますけど。そうですね。いや、思いっきりよくね、天丼させていただいてます。なんだろう。なんか魅力ってなんだろうってなんとなく考えたときに、すごい、なんか、バカにしてるわけとかでは全然なくて、なんだろう、不良が、こう、雨降ってる中、こう、子犬に傘を渡して、しゃあないなっつってでなんかちょっとそういう優しさ見せるみたいなイメージの魅力を感じる。わかります。なんかちょっと悪ぶってる感じみたいなのがねあるんですよね。なんかすごいちょっとほっとけないというか、多分これ根はいい人なんだろうなみたいなのがあって、これでも食っとけ。でもなんかその捨てられてる対象はバッシュなんですよ。私の頭の中で。なるほど。そういう優しさみたいな、なんかしゃあないなっつって。そう憎めない。あともう細谷さんがもう完全になんかもうニコラスなんですよ。確かに。だんだんなんかスタジオにいても一体化してくる瞬間が見えるっていうかね、ある。新キャラの来た。ジェシカ。ジェシカ。どうするの？それは引くしかないですよね。バーだ。終わった。終わっちゃった最後弾いてましたね、ピアノも。という間。喋らなかったか。喋りませんでしたね。喋りませんでした最後まで。喋らなかった。いや本当にここからまた新しいそのトライガンがまた始まっていくっていうラインではあるんですけども、結構今期は正直な話重めです。だから僕もその例えばこうバッシュがいろいろあって何かを経て覚悟を決めるっていうラインまでっていうのは結構僕議論しました。そんないきなりなんかめちゃめちゃ辛いことがあったからって、次の話で前の話とかでこうそんなって言ってたものが、次の話でそうだよねとかって言ったら情緒不安定じゃないどうしたって心配になって。めちゃくちゃ難しかったです今回。いや確かにテンポも速
いからどんどんいろんなキャラクターも出てきて、なんか一番バッシュがこうねまっすぐ持っとかなきゃいけない部分を保つの大変そうだったなとは思う。なんか一方でやっぱり新しいミリーがいるから結構サイド側としてその一方そうなんはですよ割とええ明るくてポップで、いやいややってました。ミリーがいるからこそ、ええ場が成り立ってるっていうところ、ものすごく出てくる。すごくある。みんなの癒しになってたっていうか、でも私逆に皆さんのお芝居を聞きすぎちゃうと、うんこのミリーちゃんとしていられなくなっちゃうと思ってなんか変な言い方ですけどあまり聞かないようにしてました真に受けすぎないように頑張ろうと思って、うんミリーちゃんでいるにはちょっとダメだ、うんしんみりになりすぎちゃダメだと思って、でも確かにすごい空気をね変えていくキャラクターだから、そうなんですよ、そして、はいミリーにも実はっていうのがあるっていう。ね、冒頭でもね言ってくださいましたよね、うんさあ何があるんでしょうか。何があるんでしょうね。いやもうこれはもう何がいつ出てくるのっていうのをねぜひ楽しみにしていただきたい。それが明かされるのは何話なんでしょうね。ドットドットドットはい。楽しみです。ということで第1話、あれなんて言うんですか？ワンダリングデイズです。ワンダリングデイズ。放浪する日みたいなですかね。あ、なるほど。のビジュアルコメンタリーでした。はい。お二人ともいかがでしたかという質問を。いやでもね今までも結構話してたけどやっぱ収録がちょっと前だから懐かしい気持ちになったりとか確かに。うち緊張してたなみたいなとかなんかもうずっとテンションおかしかったなとか今思うとあったりとかしてなんか懐かしい気持ちにもなりました。ね、初めてのビジュアルコメンタリー自体がね初めてだったんですけど、もうこんなに喋ってもいいんだな。確かに途中なかなかね映像に戻そう追れなかった。いつけない。これは無理です同時視聴っていうのは。でもなんか私自身も今になって松岡さんそんな風に考えてバッシュを演じてたんだなとか、新しいこともねなんか知れたので、なんかすごい楽しかったです。とっても楽しかった。多分僕個人の考え方だと、すり合わせってしない方がいいんですよね。へえ、はいはい。ここ例えばここ私こうします、じゃあ僕こうしますって予定調和になっちゃうから、その場で生まれるものがなんかいいのかなって。はい、ということで第1話ワンダリングデイズのビジュアルコメンタリーでした。そしてここで登録者数400万人突破記念プレゼントキャンペーンのお知らせです。X にてキャンペーン告知投稿をリポストしていただいた方の中から3名様に、サイン色紙をプレゼントいたします。詳しくは東宝アニメーションの公式 X をチェックしてくださいね。そしてトライガンスターゲイズは毎週土曜日23時からテレ東系列にて好評放送中です。先ほど第1話をご覧いただきましたが2話以降も各種配信プラットフォームで配信となります。ぜひチェックしてください。って何ですか？出ちゃったね。配信2回言っちゃったなと思ったけど合ってましたね。失礼しました。はい。そしてですね、最後にお一人ずつ、見てる皆様にですね、メッセージをお願いしたいと思います。はい。はい。では、綾森さんから。はい。そうですね。やっぱもうこれだけ長く愛されている作品なので、もちろん原作から知っていただいているファンの方、きっとこのどう描かれていくのかすごくドキドキ、もうなんなら怖いんじゃないかっていう方がねたくさんいらっしゃると思うんですけど、本当にその反応をとても楽しみにしております。悪魔のようなもちろんね今回のスターゲイズから見ていただける方も楽しめる内容になっていると思うので、これをきっかけに、スタンピードも原作も、その90年代のアニメも、東宝チャンネルさんなのでね、他のアニメ作品も興味を持っていただけるきっかけになったら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。言えた。はい、では安藤さんお願いします。はい。
いやーいよいよ最終章完結編ということで、スタンピードから見てくださってる方もいるかと思うんですけれども、今回からね見てくださってる方もいると思います。どんどんですねこう最終章最後に向かっていろんなキャラ出てきて盛り上がってまいります。どうか最後までですね見届けていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、お粗末様でした。はい、では松岡さんお願いします。お願いします。はい。生き様を見ろ。ありがとうございました。多くは語らぬと、この一言に集約すると、もう見ていただけたらわかります。そう、もうこれがどれだけすごい作品なのか。はい、このコピーがね、生きて苦しめと。生きて苦しめです。いやでももう一人じゃないっていうの。そう。これがどうなっていくのっていう。アッシュどうなっちゃうんだよ。苦しいよ。苦しいところもたくさんあるんですけど、楽しいところもたくさんあります。確かに。なので楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、引き続き東宝アニメーションチャンネルをお楽しみください。それではバイバイ。今日も旅に出よう。少しだけ離れた、少しだけ会えない、今は遠い未来のためだと知る。